こんにちは。はい、こんにちは。はい。今回はね、うちで育ててた苗木、これがつくもニレケヤキと言います。ニレケヤキの一番ちっちゃいやつね。これがね、なかなかいい形になってきたので、鉢上げしようかなと。はい。今バサバサしてますけど、剪定してね。で、これが宮様カエデなんですけど、未生の1年生の時にポットに入れて、で、1本ずつにして、で、さらにその後に、この間の冬ですね、去年ですね、針金をかけて、はい。1曲作っております。これはエアチューブみたいな。そうです、そうです。水槽のチューブの中にアルミ線を入れてやります。これで傷がつかないように、はい。もみじとかカエデは傷がつくと治らないんで、ね、でこれで12月にかけたので、もう3ヶ月4ヶ月ぐらい経っても大丈夫だと思いますね。で最後これコデマリという植物で今花芽が上がってますね。はい。早いです今年、いつも5月の連休に咲く植物なのに、多分この分だと4月に咲いちゃいますね。これまだちっちゃいからあれですけどね、こんな大きくなるんでね、花咲くと真っ白い花、コデマリ。コデマリ、これは挿し木ですね。でもうちょっとぐちゃぐちゃになってるんで、これをちっちゃい鉢に入れたいと思います。じゃあこれも豆です。豆盆栽にしていくとはいいうことで、豆作ります。はい、はい、よろしくお願いします。はい。これはまずね、剪定ですね。ここが立ち上がりのところなんで、ここに芽が出ちゃってるの。これはね、あってはいけません、これね。で、取っちゃいます。で、裏側もここにあるので、これも取っちゃいます。で、あと上はもう切るしかないんですが、まず下から切っていこうかな。これどこで切ってもね、出るんですよ。だから今、葉っぱのないところで、こう切っても別に拭きます。切っちゃうとね、なくなっちゃうから寂しいかもしれないけれど。裏枝短めにして。ちっちゃくなりましたね。でちょっとここがね間が抜けてるように見えるんだよね。ここが前だからね、もうちょっと短め。ニレケヤキはどこで切っても芽が出るのでね、安心して切れます。特につくもはすごいです。このくらいで、はい。で芽がまた出て伸びますから、絶えず切るのこれ、この木はもうすぐピューピューって伸びますからね。その時にこの頭ここでこっちを伸ばすとかこっちを伸ばすとか考えながらやってきます。今葉っぱがねなくなっちゃいましたね。ないですね。でもしょうがないんですよ、今の作業なんでね。ずいぶん1年で根が、去年の春にここに入れたんですけどね。刺したのはその前の年ですね。だから2年目。2年生3年後に入るのかな。これちょっとあれでしたね。根が問題児だったね。上だけ見るとかっこいいんですけどね、こんなに太い根っこ出るんだよ。太い。そうだけどここで勝負かけようとしたんですよね、本当はね。ここで勝負かけようとしたら、こっちの根がなかったね。あればね、これ切っちゃってこれ取っちゃえばよかったんだけど、どうしよう困ったな。曲げる、全部切るのはさすがにって感じですか。片根になっちゃいますからね。曲げるって手もあるんだけど、ここが太いからごついじゃないですか、ね、だからここで切るしかないですよね。面白いのはこの下、葉っぱ出ますんで、これは捨てないですよ。ここからここ切ってここだけ植えとくとここが出るので、こんな座のいいのが作れるんです。意外とね、根伏せができます。ニレケヤキはこの根っこ太いとこ切るじゃないですか、邪魔なとこ根伏せしとくと出ます。ケヤキじゃないんでね。じゃあもう諦めてここで切ります。切ります。ちょっと残してね、うまく。そこがちょっとね、例えば一曲みたいになるのかな。どうかな。
こっちから出る可能性があるからね。そうですね、まだわからない。頼んない根っこですね。そうですね、そうですね。とりあえずこの辺まで埋めといて、はい、後でオキシメロンつけて、これを鉢に入れるっていうわけにはいかないでしょうね。そうかもしれない。そうだよね。そうですよ。これじゃあ詐欺ですからね。販売しちゃうと大変なんで、これはちっちゃいポットに入れます。入れときます。じゃあこっち寝伏せ、寝伏せのやり方やりますよね。やり方ね。こういう感じね。これはね。はい、これはこっち。やってみないと何が起こるか分かんないですね。まずこれ骨がいっぱい出てますから。ここまで出す土に、だからこの骨のところは取っちゃうね、これ、細かいの、ね、よいしょ。で上身取って、これもいらないね。でこれはここで切ります。プツプツって、はい、ここも切っちゃいます。はい、これをここのところに墨塗って鎖止めにしときましょうか。これね、こっち取っちゃってこうでもできるんだけど太いからね、でもここ団子になってるからやっぱこのまんまでね、こういう状態です、ね、これを植えると。でこれも細いからちょっと難しいかな。これちょっと細すぎますね。この太いところを寝伏せしとくとね、出るんだけどね、これはもう捨てましょう。こういう状態で植えとくのかな。まず粗い土、これはもう粗い土入れます。マガンピ入れるんですね。入れます。根っこありますから、ないと入れないですけどね。こういう状態で、これもちゃんと留めます。このポットいいんですよね。穴いっぱい開いてるから。まあポットなんで1箇所でいいかなとは思います。とりあえず留めとけば。で今こういう状態なので、これに土を足して、手で見えないと思いますが土入れておけば、こっちのがね、いい素材になりそうですね。そう上よりね、刺して2年であんだけ根が張るっていうのは面白いと思いますよ。根っこが太るんだな、枝より。そうなの。根毛焼きってね、上よりね下の方が太るんですよ。だからね座は作りやすいんですよ。刺して2年だからね、豆にするにはもうぴったり。葉っぱもちっちゃいし。そうこれで葉っぱが出たら楽しいではい、はい、これが下で上も作ろう。じゃあ豆盆栽の人はね、これを使うんだけど、これをさらに切って使います。大きすぎるんですよ。土の量減らしたいってこと？そうです。あとね、やっぱりここまで土入れちゃう人多いからね、それもあるんだけど水の量も減るしこう切ってね、それで穴がね、ほら、これ開けてあるんですよ。こっち切ればよかったもし置いてない場合はピンセットでグリグリってやって、ドリルで重ねてバーってやるのは早いんですけどね、で1個や2個だったらこういう風にして開けます、穴ね。そうすると水はけがすごく良くなる。こっちもちょこっとだけマグ入れる、ちょこっと2粒で、これさっきのね、せっかくかっこよく剪定したのにね、もうこういう状態なので、こういう場合はこうやって巻くんですよ。ここに留める時にこうやって巻いとかないと抜けちゃう、であんま深く植えないで宙に浮かせてます。わかるかな、わかるか。宙に浮かせる状態で手で持ってて土入れます。
でも挿し木でつくんだから、大丈夫だとは思いますけどね。さっきの根っこの具合からいくとね、出そうですよね。そうですか。これ、ね、これが上の部分、はい、2本になっちゃった。これですね。ちょっとね、絵があれだったんでこうなりましたけど。面白い。これもいいですね。こっちも期待できるな、やっぱ。そうですよ。これいいですよ。ここのとこね。だから二里家木の小刃があったらもう刺しとくべきです。あと根っこは捨てないということ。根伏せできますのでね。今度はこれは宮様楓ですね。宮様楓の針金と言います。多分もう戻らないと思うんですが、宮様楓って戻っちゃうんだよね、曲げといても。だから何回もやり直さないといけないんだけど、これでも傷がつきましたね。本当だ。かすかにほら、ほら、これが巻いてあってつくってことは、巻いてなかったら食い込んでます。だって2月？いつかけたっけ？12月にかけた。3ヶ月ちょっと。そう、ほら戻ってきた。もっと曲がってましたからね。このぐらい曲がってたはずなんですよ。ふっと戻っちゃって、どうしても。しょうがないな。だからこれをやるのは大変だってことですね。今度はここが出てる。根っこがここ、ちょこ上の方も出てるんだよね。この場合ここで切っちゃって大丈夫かな。長くなっちゃうから、ここら辺の根っこを大事にしたいわけですよ。これを太らせたいのね。だからこれちょっと長いんで、ここで切ります。切っちゃいます。でこの根っこを大事にしていくんですよ。これ大変よ。植えるの大変だけど、楓はね丈夫だからね、もみじより大丈夫だと思うんだよね。どうしようか植えちゃおうか。暗いのに植えとけば根っこが出ると思うんだよね。浅いのには無理だから。っていうかもう一回ほら、だいぶ戻っちゃった。ダメだね、戻るね、やっぱりね。これから全部植え替えんだけどさ。どうしたらいいか。後ついちゃうのかもね、取らないと。100本あんの。100本ですか。100本あんの。いやー、ここまで戻ると思わなかったな。もう大丈夫かと思ったんだけど。確かに。意外ですね。意外です。皆さん、宮様は戻ります。若いうちは。だからっつってずっとかけとけないので、一回戻って春から秋はかけられないから太るので、また秋10月ぐらいからかけ始めてギューッとやって、柔らかいからね、宮様楓は。で来年の春までまたかけとくと。で毎年ちょっとずつ。そう、それしかない。大変だ。手間のかかるものではあるよ。楓はそんなことないんだよ。楓はね、宮様楓はそうなんだよ。で楓は平気なの。その辺がちょっとね。匂い楓は戻らないと思う。あれは戻らない。匂い楓まだ葉っぱ動いてないんで今日持ってきてないけど、ちっちゃいのいっぱいあります。この鉢なんか古い感じでね。これはビコさんの使ってたやつですよ。汚れがひどいのもあるのでね、これはそんなに汚れて時代がついてるだけです。やっぱり2回もうまくいかない失敗やってみないと分かんないから、こればっかりは。今のとこね、ちょっと根に問題がどっちもありましたね。ありましたね。これは止められないから、やっぱり巻きします。巻きに巻いて。でも縛っちゃダメですよ。縛っちゃうと食い込んじゃうのでね、このくらいにしといて。
よいしょ。よっよっ。この辺でやります。上で絞っちゃう。根っこがね、ほらないからね、こういうのがね難しいよね。はい、押さえてギュッと押しといてください。はい。で、あとは倒れないように気をつけてないといけないんだけど、かすかに曲がってる。かすかにね曲がってます。葉っぱ出れば可愛いよ。でも、もうちょっとね根があればねよかったんだけど。はい、2本ねちょっとねここに異常がありましたので、ちょっと変わったものができちゃったんですけど、次は小手まりですね。小手まりはね白い花が咲きます。これが花芽ですね。今年は早いから4月ですね。これをよくしょ。これは古い木だからそんなに根っこがないってことはないな。こんなにありますから。やっぱ思うにね、豆盆栽をね作るのにね時間がかかります。そうですか。挿し木からして今みたいに根っこがねちゃんとしてない場合からあるから、小さいから簡単だと思ったら逆ですね。根がね、出ない場合が結構あるのでね。まあでも3年4年ぐらいあれば、3、4年あればね。ほらこれはしっかりと根っこがしました。そうしましたらこの枝がね花芽あんだけど邪魔なんでここで切っちゃいます。ここあれよいしょ、流すでこれがちょっと長いんだよ。これも花芽あんだけどここにもあるんで、花芽ね。これ内側の枝はいらないと。こんな感じですね。これを小さい鉢に入れます。吹き流しみたいな。そうそう吹き流し。このくらい切っても平気だよ。ね、びっくりするんでね、みんなうんと切るとね。赤白い花なんでね、ほらこうやったら可愛いじゃない。これ素敵ね。これいいよね。これ昔の鉢ですよ。よく9って書いてある、久しいって書いてある鉢、これもそうですよね。これの仲間、久しいって書いてあるでしょ。赤ですね。赤。これすぐ飾りますよ。展示会あったらぴったり。花ももうすぐ咲くし。あとねまだつぼみちっちゃいけど2週間ぐらいかな。2週間ぐらいはかかると思います。止めなくても取れません。入れて洗いのちょこっと入れます。で来年のためにマグを少しいいかな。でこの流す場合はこう真横にしないことですね。わかるかな。真横。植える位置ね、ちょっと斜め前。わかりますか。上から見た時のこの角度ですね。そうそう、真横にしちゃうといけないんだよこれ。なるほど。ちょっとだけ前にね、こういう感じで植えていきます。これ花咲いたらいいですね。咲きますね。完全に花ですからね。ただね今ね売店がねこの時期ないからね。そうか。グリーンクラブに置いとくとねこの豆をつけちゃうとね枯れちゃう。月販売の時じゃないと無理なんだよね。そこがちょっと悲しいところです。見どころの時にねお客さんに見てもらいたいですよね。展示会ないもんな。展示会。角度ですね。ちょっと前に来てますね。豆は鉢選びが一番大事かな。ね、そう思うんですよ。鉢でその木がね生きるかどうか。そうですね。でも前橋商品盆栽会なんか究極ですよ。究極。
よく生きてるねって、私が生きてる自信ないもん。なんなんだあの団体はって思います、ね、豆盆栽よりももっと豆盆栽ってことですか？豆、これは大きいです。そう。これじゃダメなんですよ、ね、鉢が、この半分じゃないと、1センチ2センチ以下みたいな、そう、そんなレベルですよね。そうで、やってる人がみんなお年寄りっていうのがすごいですね。もったいないですね。でもね、継承してほしいですよね、誰かに。いやー、ついていけないっしょ。若い人ね、あのサイズについていけないみたいで、はい、かわいい。このね、先端にこれが咲いたらね、すごいですね、これ。そう、どこが先に咲くか、まず先端から咲くと思うんですけど、それが見どころだ。じゃあ、はいはい。はい、どうも。今回はね、根っこに何ありが2本あったのでね、あとやっぱり戻りますね。曲げといたの、見事にまっすぐになってますからね。あんなに曲がってたのにね。だからこれもうちょっと落ち着いたら、また冬になったらかけます。ね、これだけうまくいったね。皆さんもいろいろ苗木を買った場合にはいろいろあると思いますが、めげないで2本になったりしますので。頑張りましょう。はい。終わり。はい、終わりです。終わりました。ありがとうございます。はい。おまけで大河君。なんかお知らせありますか？お知らせなんかありましたっけ？特にね。でも俺行くか分かんないかな、あれ。シンポジウム？そう。私も行くか分かんない。我々メンバーだよね、一応ね。メンバー呼ばれてない。呼ばれてないですよ。5月の3、4、5に大盆栽祭りがあるので、今はね、植えたやつも安定したやつがあれば持っていくと思うので、よろしくお願いします。ぜひ来てください。日本最大の盆栽販売イベントだというね、きっと。そうですね。言っていいのかな？言っていいと思いますよ。規模感はね。規模感はそうだし、やっぱ人の来場者数もね、多分そうかもしれないと思いますよ。ぜひ盆栽をやる初めの人たちも、はい、ぜひいらしてください。お待ちしてます。何？はい。